ハロー、すみです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。最初にちさちゃんのガチャをしました。ちさちゃんのガチャはもうここで言うんだけど、もうめっちゃ運があまり良くなくて、もともと私名鳥のガチャすり抜け確定っていうのが結構続いてて、でちさちゃんも多分すり抜けスタートなんだろうなと思ってしたんですけど、この映像にはしてないけど、ベリーナちゃんがすり抜けで来ました。でそのベリーナちゃんのすり抜け後の、ガチャになってます。で名鳥のガチャって、結構配布が多かったり、武器すり抜けないし、あとはサンゴでね凸の交換とかできるからいいんだけど、ただちょっとすり抜け確定っていう繰り返しが多いなと思って、他の人たちどうなんだろうって思ったけど、結構調べたら意外といて同じような人たちが、だから私一人じゃないんだなっていうのはちょっと安心したかな。でこれが今79連目でほぼ天井で来てくれたちさちゃんです。可愛いのでもう来てくれただけでありがたい。で後日サンゴでちさちゃんは一突をしました。そしてもちぶきのガチャもしました。そのもちぶきガチャするまではちょっとラジオ武器を使ってたんだけど、やっぱりちょっと後悔したくないなと思って、もちぶきも今回狙ってみました。はい、でこれはちさちゃんのレベル上げを今してるところです。はい、で武器も、さっきのレベルと同じようにどんどんレベル上げをしていってるところです。この素材補充っていうのすごく便利になったなって思いました。いちいち箱っていうか素材を合成したりとか、ちょっと別のページに行かないとっていうのが結構手間省けて楽だなって思いました。でレベルを上げてたのはいいんだけど、シェルコインがいよいよなくなっちゃって、足りなくなっちゃって、今これはシェルコインを集めてるところです。私もシェルコインが足りなくなってきた日が来たなって思って、私の中では結構キャラクターを連続で獲得してきたから、ちょっと少しキャラを獲得するのをこれからセーブしようかなっていうふうには思ってるけど、大体言うこといつも変わってるんで、次のフローバさんとかはカンタレーラさんは一応持ってるんだけど、
クローバさんはちょっと欲しい気持ちはあるけども、3.0 もね発表されたし、新キャラ、だからそこら辺もちょっと考えて、素材の足りなさも考えて、ちょっと、ガチャは慎重にいこうかなって今は思ってるところ。はい、でそして、シェルコインも足りて、素材もなんとか足りて、武器がレベル90になりました。はい、でこれは逆境神道の工場のところって言えばいいのかな、残響の塔っていうところをしました。レベルもう敵がレベル100ですごい強かった私的にこれ倒せんのかなと思って、ちょっとね心配しながらやってたところです。でちさちゃんの、使用感というか、私なりの使用感は、最初無凸でラジオ武器で、操作してたんだけど、それでも結構すごく強くって、で私異常キャラ、異常付与キャラっていうのが、フィービーちゃんとこの主人公しかいなくって、ザンニーさんとかカルテジアさんとかシャッコンヌさんとかいないから、異常付与キャラちょっと増やしたいなと思ってちさちゃん、引いたっていう理由の一つでもあるんだけど、結構この3人でもなんとかできてるし、この時はちさちゃんは1凸で持ち武器なんだけど、無凸ラジオ武器でも結構強く使えて、ただちょっと集団体制、やっぱこのチェーンソーの攻撃する時の集団体制が攻撃されてなかったら全然いいけど、攻撃されまくってたらひるんじゃって結局シールド貼れませんみたいなのが多くって、これは私の下手っぴな操作のせいで上手な人だったらそんな気にならないと思うけど、私はちょっと操作があまり上手じゃないので、シールドワーであと獲得絶対したいっていうタイプだから、もし私みたいにこうシールドはもうなんていうのかな、何が何でも欲しいよっていう人は1凸してもいいんじゃないかなって、思いました。はい、で初めてこのエリアもクリアできました。今回の鱗、残響の塔のところの鱗をそこだけちょっとクリアできてなかったんで、ただこの時は育成がまだ全然追いついてなくって、これでもできるのかな、どうしようかなっていうのでやってるところです。で一応パーティーはちさちゃん、フィービーちゃん、解説主人公で挑みました。でこの時のちさちゃんは無凸でラジオ武器を装備してます。
はい、クリアできました。タイムがものすごくギリギリでした。で、ちさちゃんの攻撃が当たらなかったのになんでだろうと思ったら、多分この走行効果のダメージで最後はさよならされてました。で、初めてこの逆境神道のこのエリアをクリアできました。全部12個ずつ三角もらえて、めっちゃ嬉しかったです。で、これが今のちさちゃんの大体のステータスです。育成不足なところはまたちょっとおいおい、育成していこうかなって思います。で、ここからはメインストーリーとか今回のイベントについてちょっとお話しさせていただきたいので、映像とかまだ話とか聞きたくない見たくないっていう方はちょっとスキップしていただけたらありがたいです。で、今回のイベントはすごくこう楽しくできて、で、なんていうのかな、ただそのマップがせっかくこう探索したら面白そうなのになーっていうマップ、写真とかもこうゆっくり撮れたりとかするのが結構こうあって、でもその敵はいるし、ゆっくり過ごしてたら敵のレベル上がっちゃうしなんでなんかそのクリアできたら、その開放したマップ、新しくしたマップをゆっくり普通に敵もいない状態でこう探索できたらよかったなっていうのはちょっと思ったところでした。でもいろんなキャラクターがお試しできて楽しかったです。で、これは今回のイベントのもう大体クリアしましたよっていう映像で、いろんなナミポンたちを探してきたりとか、あとは図鑑、この今のね、このいろんなアイテムの図鑑を全部集めたりとかして、で報酬も一応全部もらえたかな。すごく癒しもありつつ、でも戦闘もある楽しいイベントでした。で、メインストーリーなんですけど、ちさちゃんの過去がちょっと友達にちょっとこう冷たい感じでこう見られてたりとかする過去があって、すごく辛い過去があったんだなって思ったけど、私もちょっと似たような経験があって、ただちさちゃんも言ってたように辛い経験も全部含めて今の自分がいるっていうのはすごく納得できた言葉だし、でもし今辛い思いをされている方とかがもしこの動画を見てるのであれば、本当に無理しないで、もし頼れる場所、こう逃げれる場所、逃げるって言っても本当に前向き、これはもう全然悪いことじゃないから、逃げれる場所に逃げたり離れたりして自分を本当第一に優先してほしいし、なんていうのかな、もっとこう自分をね、いい意味で心を鬼にして、もうストップしていいよとか休んでいいよっていうのをこう自分自身に言えたら、ちょっとでもね、辛い思いをしないでいられるのかなって、ストーリーを通してちょっと過去を思ったり伝えたいなっていう気持ちがありました。ではいよいよエンディングになりました。本当にちさちゃん可愛くて、こう芯のある強い女性でもあるし、でも本当にこう女子高生らしい可愛さもあるし、
すごくいいキャラだなって思いました。で戦闘もすごくシールド回復してくれて、でもちょっとこういうところでね買うんだけど、ちさちゃん自身もすごく強く使えて引いてよかったなって、ガチャしてよかったなって思いました。それではよければ高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さんまたね。バイバーイ。